皆さんこんにちは、カーンです。今日は温泉のマナーについて話したいと思います。皆さん温泉は好きですか？行ったことはありますか？私は温泉が大好きです。日本にはたくさんの温泉があります。それは日本にはたくさんの火山があるからです。で、温泉とあと銭湯があります。基本的に温泉は地球の熱で温められたお湯が使われるのが温泉です。で、銭湯はガスとかで温めたお湯がよく使われます。なので東京とかもっと都会に行くと銭湯がたくさんあります。なので今日は、銭湯と温泉どちらとも共通するマナーを話したいと思います。まずマナー一つ目。裸で入る。これは日本人からしたら当たり前です。でも海外に住む人からしたらって思うかもしれないですね。私もインド人とか、あといろんな国の友達がいます。そうした友達とたまに銭湯に行く機会があります。そしたらみんな恥ずかしいって少し体を隠していました。インドとか行くとこういうパブリックバスがないみたいです。なんで温泉とかに入ってみんなで裸で入るっていう文化がないみたいなので、そういった日本の温泉が少し恥ずかしいっていう友達もいました。でも日本だと男性女性お風呂は分かれています。なのでそれぞれみんな裸で入ります。水着も着ません。これが一つのマナーです。でもそれでも、やっぱり日本人でも体を隠す人は少しいます。で、男の人だと小さいタオルを持ってお風呂に入ります。でもその時に注意しないといけないのが、小さいタオルをお湯の中につけてはいけません。お湯の中につけてはいけません。なので日本人はよくタオルを頭の上とかに載せています。皆さんももしかしたら写真とか絵を見たことがあるかもしれません。あれはタオルをお湯につけないためにみんな頭に乗せています。これも一つのマナーです。で、次のマナーは、まずお風呂に入ります。でも入る前に、まず体を洗います。それか体を何かお湯とか水で流すことをします。お風呂に入る前の体は少し汚いです。なんでまず汚い汚れを流す。で、その後にお風呂に入るっていう順番があります。体を洗わずにそのままお風呂に入ると少し嫌な顔をされるかもしれません。これも大事なマナーです。それとよくあるのが、日本の温泉はタトゥー入れ墨をしている人を受け入れないということがよくあります。これは少し海外の人からしたらなんでって思うかもしれないんですが、日本だと入れ墨とかをしている人は少しヤクザとかちょっと悪い印象があります。で、これは歴史的に入れ墨が何か悪いことをした人が罰として掘るというような文化も昔ありました。なんでそうした流れで日本人は入れ墨に対してあまりいい印象を持っていません。でももちろん海外の人が入れ墨をする理由は全く別です。文化で入れ墨をする人もいます。なのでそこは少し難しいなと思います。私も例えばラグビーが好きなのでオールブラックスとかニュージーランドのチームのこの入れ墨を見るとすごいかっこいいなって思います。で、あれもすごい大切な文化です。でも日本だとタトゥーをしてると入れない温泉がたまにあります。これはおそらく日本人と海外の人の文化の違いとか認識の違いかなって思います。でもたまに入れ墨をしていても入れる場所があるので、そこは大丈夫だと思います。よく
日本の銭湯に行くとあるのがサウナです。日本のサウナはすごい暑いです。たくさん汗が出ます。私はサウナが大好きです。で、サウナにもマナーがあります。まず一つ目が、飲み物を中に持って行ってはいけません。私はアメリカにも行ったことがあります。アメリカの人はサウナに入るときに飲み物を持って行ったり、あとスリッパを履いて行ったりしています。けど、日本だと、携帯も持っていく人もいましたね。携帯をサウナに持っていく人もいました。でも日本では携帯も飲み物も、あとスリッパも履きません。こうしたものは持っていきません。で、日本ではよくテレビとかがあります。なんで、日本のサウナではよくみんなテレビを見ています。で、基本的にはサウナの中では話さない。もちろん話す人もいます。でも話してはいけませんっていうルールがあるサウナの方が多いと思います。なんでみんな黙ってテレビを見て10分ぐらい汗を流して外に出るっていうのをよくやっています。で、あとこれは少し細かいんですが、サウナに入るときによくこの座るためのシートみたいなものを一人一枚入り口で取ります。で、このシートは使う前と使う後で分かれています。なんで、自分が入るときは使う前の綺麗なシートを取ります。で、入り終わって、それが終わって出た後は使用後のシートの方にそれを返します。これも一つのルールです。これはほとんどのサウナであるかなって思います。で、サウナから上がるとみんな水風呂に入りたいと思います。ですよね。サウナの後の水風呂が一番気持ちいいです。で、水風呂に入る前に、まず汗をシャワーで流します。たまに水風呂に入るときにサウナから出たらすぐに入る人がいます。これは少し汚いです。汗がたくさん出て、そのまま水風呂に入るのは少し汚いです。なんで、マナーとしてみんなまず体の汗を流します。で、水風呂に入ります。これが、一つのマナーです。あと、もちろん当たり前なんですが、日本のお風呂の中では泳いではいけません。で、基本的にあまり大きな声を出してはいけません。で、あとは体を洗ってお風呂を出るときに必ず体をタオルで拭いてからお風呂に出ます。じゃないと床がびしょびしょになります。床が濡れてしまいます。なので、お風呂を出る前にちゃんと体を拭きます。で、その後に、更衣室に行って服を着ます。これが日本のマナーです。難しいと思いましたか？どうでしょうか？少し細かいところもありました。もしかしたら皆さんの国の文化とは違うかもしれません。なので何か面白い発見があったり、また自分の国ではこうだよっていうのがあったら、ぜひコメントで教えてください。では今日はこれで以上です。またね。